もしあなたが毎日スマートフォンを使っているなら、今日の話は他人事じゃありません。あなたは今、まさに歴史が動くその真っ只中にいるんです。どういうことですか？なんだかいきなりすごい壮大な話ですね。そう聞こえちゃいますよね。でも、Google、Facebook、Apple、Amazon、こうした巨大企業のサービスを、便利だからってなんとなく使ってる人にこそ聞いてほしい話なんです。っていうのも、この瞬間もあなたのスマホの中で、あなたの知らないルールに基づいて、あなたの情報がやり取りされてるわけですよ。で、今回はその大元のルールがもう根底からひっくり返るぞっていう話なんです。さて、ここからが本題です。この大きな物語、どこから始まったかっていうと、2021年のある国のすっごく大胆な行動がきっかけでした。オーストラリアが世界で初めてですよ、巨大テック企業に対して、あなたたちが使っているニュースにお金を払いなさいと法律で義務付けたんです。そして、Google とメタっていう超巨大企業を無理やりというか力ずくで交渉のテーブルにつかせたわけです。ニュースの使用料ですか？それって具体的にどれくらいの金額の話になるんですか？それはもう交渉次第なんですけど、このインパクトを分かってもらうために、ちょっと仮の計算をしてみましょうか。例えば、メタ社、つまり Facebook とか Instagram を運営してるとこですね。ここの年間売上って日本円でだいたい20兆円くらい。もし仮にですよ、そのグローバル売上のほんの 3% が対象になったとしたら、出てくるのがこの数字、6000億円です。一つの国がこれだけの規模の要求を突きつけたこと自体がもう歴史的な大事件だったんですよ。いやいや、でもそんな要求を巨大企業が、はい、わかりましたって素直に飲むわけないですよね。絶対ものすごい抵抗があったんじゃないですか？おっしゃる通り、ここが今日の話の核心部分です。彼らはこう言って脅してきたんです。そんな法律に従うくらいなら、オーストラリアでのサービス全部やめますよ、と。でもオーストラリアはこう言い返した。どうぞご自由に、あなた方がいなくなっても、我々はこの新しいルールを実行するだけですから。で、国が一歩も引かなかったと。ええ。これが全ての始まりの合法になったんです。で、ここで多くの人が、でも遠い国の話でしょって思っちゃう。実は、それこそが一番大きな勘違いなんです。違うんですか？全くの逆。オーストラリアの一件は、巨大なドミノの最初の一つがパタンと倒れたに過ぎなかったんです。ちょっとこのスライドを見てください。オーストラリアの行動がきっかけで、すぐさまカナダが同じような法律を作って、EU はもっと大きな巨大な規制の網を本格的にスタートさせた。そして今や OECD っていう国際機関がもう世界共通のルールを作ろうって動いてるんです。これってもう一国の実験とかじゃなくて、世界規模でのルール変更そのものなんですよ。なるほど。じゃあ、日本はこの流れにちゃんと乗れてるんですか？そこがまさに今日の重要なポイント。今のところ日本はこのドミノ倒しの外側にいます。でも注意してほしいのは、外側にいるってことは安全って意味じゃない。むしろ世界の新しいルール作りのその大事な議論から取り残されてるっていう結構な危機でもあるんです。いや、そもそもなんでオーストラリアはあんなに強硬な手段に出たのか。ここをちゃんと理解しないと、この話の本当の意味って見えてこないんですよね。一国がなんで世界最大級の企業に喧嘩を打ったのか、その理由にちょっと迫ってみましょう。これ、オーストラリアの政府機関が出したレポートにある衝撃的な数字なんですけどね、国内のネット広告の市場、その実に 81% を Google と Facebook のたったの2社が独占しちゃってたんです。81%？ それってもう競争が成り立ってないじゃないですか。その通りなんです。そして、その独占状態がものすごく不公平な構造を生んでいました。このスライドが示しているように、新聞社とかテレビ局が汗水垂らして必死に取材して記事や番組を作る。でも、その情報を Google や Facebook が自分のサイトに表示することで得られる広告収益は、ほぼ全部プラットフォームが持っていってしまう。でも僕らが無料でニュースを読めたりするのって、ある意味この仕組みのおかげっていう面もあるんじゃないですか？いや、いい指摘ですね。確かに僕たちは利便性っていう恩恵は受けてます。でもその結果、何が起きてるか。
日本でも地方の新聞社がもうバタバタと潰れていって、質の高いジャーナリズムそのものが成り立たなくなりつつある。つまり、情報を一生懸命生み出す側がどんどん痩せ細って、それをただ流通させる側だけがどんどん豊かになり続ける。これこそがこのデジタル時代の見えない敵の正体なんです。少し考えてみてください。あなたが毎日何気なく使っているその検索、その SNS がこの構造を支える一部だとしたらどう感じますか？そして今、世界はこの歪んだ構造に対して、はっきりとノーを突きつけ始めたんです。賢い国と、そして賢い個人は、もうすでに行動を始めています。もうすでにですか。なんだか知らないうちに世界からどんどん置いていかれてるみたいで、ちょっと怖くなってきました。大丈夫です。今日この話を聞いているあなたは、今からでも全然間に合いますから。この問題をもっと自分ごととして感じてみましょうか。例えば、旅行先をスマホで検索しただけなのに、その日からやたらと航空券とかホテルの広告が SNS に出てきません？あれって便利だなって思う反面、ちょっとゾッとしません？つまり、あなたの興味とか関心、悩み、もしかしたら健康状態まで全部データとして利用されてるっていう何よりの証拠なんですよ。オーストラリアとか EU がやろうとしてるのも、結局このデジタル主権を取り戻そうっていうことなんです。自分の情報を誰にどこまでどう使わせるか、それを自分で決める権利。これ僕たち個人のレベルでもできるんですよ。例えばプライバシー保護をすごく重視している検索エンジンをあえて選んでみるとか、アプリに渡している情報の範囲を設定画面でこまめに見直すとか、こういう一つ一つが主権を行使するってことなんです。じゃあ僕たちは具体的に何をすればいいのか。ここからはこの大きな時代の変化を先読みして、自分自身で備えるための具体的なステップについて話していきます。今日これを知るだけで、あなたは大数の人たちより確実に一歩先を行くことができます。今日お伝えしたこと、いろいろありましたけど、絶対に覚えておいてほしい3つの事実にまとめます。まず1つ目。これはもう世界標準化の始まりなんだということ。2つ目。あなたが毎日使っているサービスのルールが数年以内にガラッと変わるということ。そして3つ目。これが一番重要かもしれませんが、この変化にちゃんと備える人とそうでない人の差はもうすでに一刻一刻と開き始めているということです。うわー、本当に今日この話を知れてよかったです。じゃあ僕らみたいな普通の人間がまず最初にやるべきことって何なんでしょう？いい質問ですね。一番最初のステップはすごく簡単です。まず今夜自分のスマホの設定画面を開いてみてください。で、プライバシーっていう項目を見て、どのアプリがあなたの位置情報とか写真フォルダーにアクセスできるようになってるか、一度でいいから確認してみてください。たったそれだけでもあなたのデジタル主権を取り戻すとてつもなく大きな一歩になります。ほら、蝶の羽ばたきが嵐を起こすって言うじゃないですか。その小さな行動があなたの未来を書き換えていくんです。最後に一つだけ、ちょっと未来を予測する情報をお伝えしますね。オーストラリアの規制当局が次に見据えてるのが何を隠そう AI 企業です。GFA だけじゃなくて、チャット GPT みたいな AI プラットフォームも含めた新しいデジタル世界のルール作りが次の大きなテーマになっていく。これは間違いないでしょう。AI までですか。この話、まだまだ奥が深そうですね。それはまたぜひ次回詳しく聞かせてください。ここまで見てくれたあなたはもうすでにものすごく大きな一歩を踏み出しています。だってこの問題を自分には関係ないやって思ってる大多数の人たちの中で、あなたはその本質に今触れたわけですから。ここまで主張してくださったこと自体がまさにデジタル主権を守る第一歩だったってことですね。その通りです。だからぜひ今日知ったことを何か一つでいいので行動に移してみてください。まずはスマホのプライバシー設定を確認する。本当にそれだけで構いません。その小さな一歩があなたのデジタル世界をこれから確実に変えていきます。それでは次の分析でまたお会いしましょう。